FX で大衆心理を使ったデイトレード解説。今回は2024年10月に行った私のデイトレードを解説していきます。今は2025年の1月なので少し古いですが、もう何年も同じトレード方法だし、今現在もこのトレード方法なので、特に問題ないと思います。通貨はドル円で、全部で9トレードあります。ちょっと量が多いので、何回かに分けてみるのがいいかもしれません。では早速解説していきます。10月1日。この日は2回トレードをしました。1回目のトレードは、このチャート画像の黄色丸で買い、水色丸で損切りでした。まず1時間足を見て、全体の流れを確認したところ、次のようになっていました。大きく流れを見ると、石場クラッシュ、通称石倉で大きく下げた後なのでちょっと方向感がわかりづらいのですが、直近の流れだと、高値と安値を切り上げているので上昇トレンドです。よって、買いを狙っていきました。この時に買いを狙っていたポイントとしては、このチャートの赤ラインの位置です。1時間足の押し安値っぽいところです。ここまで下がってくれば、一旦は反発してもいいだろうと思って狙っていました。そして、実際にそこまで下がってきた時は、次のような感じでした。押し安値のサポートラインまで、高値と安値を切り下げて戻ってきました。つまり、短期で下落トレンドです。しかも下落トレンドが結構はっきりしてます。こうなると、サポートラインで一旦反発したとしても、もう一回下がってきて、サポートラインを下抜ける可能性があります。だから、しばらく様子見をして、サポートライン付近で値を固めて、これ以上下がらないだろうっていう雰囲気を出してからエントリーをしようと考えました。そこでしばらく待っていると、次のような状態になりました。サポートライン付近でしばらく揉み合って、逆三尊っぽくもあるし、ダブルボトムっぽくもなりました。この感じを見て、一旦は売りの流れが止まって、ここから反転していくかな。買いたい人も参入してきそうだなと感じたので、この次のローソク足でエントリーしました。この時の損切り位置は、直近の安値を下抜けた場所で、マイナス20ピップスに設定しました。直近の安値を下抜けたら、短期の下落トレンドが継続するので、利食いに関しては、5分足の戻り高値付近のプラス40ピップスで設定しました。これならリスクリワードも1対2なので、悪くないですよね。そして、エントリー後はそのまま放置していたのですが、全然上がらずにずっと揉み合っていました。しかも、ずっと含み損だったのでちょっとイライラしてて、いい加減どっちかに動けよ。なんて思っていたら、急に下に動いて損切りです。10月の最初から幸先の悪いスタートになってしまいましたが、これが1回目のトレードです。2回目のトレードは、1回目のトレードから約40分後です。1回目のトレードでレートが下に抜けて損切りになったことで、下落トレンドが継続になりました。この感じを見たときに、小さなレンジを下抜けて売りなかったので、ここから下がっていくかなと思っていました。しかし、その予想に反して、レートが戻ってきたところか、戻り高値も上に抜けてきました。この動きによって、騙しが起きたと判断しました。本来であれば、レンジを下抜けた時点で売り側が勝ったはずなのに、それを覆す上昇が起きました。しかも、短期の戻り高値を抜けてトレンド転換をするぐらい強い上昇になっています。ということは、売り目線になった人たちを騙してきた可能性が高いので、ここからもう一度下がるよりも上昇する可能性の方が高いと判断して、もう一度買いを狙うことにしました。でも、すぐに買うことはせずに、押すのを待ちたかったので少し様子見をしました。しかも、この時にも逆三尊ができそうな感じだったので、右肩付近まで落ちてくるのを待ちました。この形が出来上がれば、他の相場参加者も逆三尊だと認識して買いで入ってくると思ったからです。そして、もうしばらく待っていると、逆三尊の右肩付近まで戻ってきました。さらに、1分足で反発もしだしたので、次のローソク足で上がり始めたところで買いエントリーをしました。この時の損切りは、逆三尊の左肩を下抜けた位置のマイナス15ピップスで設定しました。左肩を下抜けたら逆三尊の失敗になって、また下落トレンドに入る可能性があるからです。利食いは、1回目のトレードと同じく、
5分足高値の少し手前のプラス40ピップスです。エントリー後は少し含み損を抱えたけど、なんとか上がってくれて、含み益がプラス20ピップスを超えたあたりでストップを立値にしました。今度こそは利食いできるかななんて思っていたのもつかの間、今度はイランがイスラエルへミサイルを発射。地政学的リスクで急落してあっさり立値ストップです。しかも、この急落で逆差し値が滑って1.5ピップスの損失に。今日はもうダメだ。こんな諦めが入った感じになったのでこの日はこれで終了しました。10月の初日から後味が悪くなったトレードでした。10月3日、10月2日は石破首相が利上げは今のところしない、みたいな発言をしたせいで逆石破クラッシュ、通称逆石倉によって上昇一辺倒になったので手出しができずにノートレでした。そして10月3日の朝です。1時間足でチャートを見ると朝8時の時点で次のような感じでした。結局、前日の逆石倉のせいで夜中もひたすら上がり続けて上昇の勢いが強いチャートに。微妙にやりづらそうだったのですが、15分足で見るとちょっと狙えそうな位置にいました。私の経験上、朝一番の重きって前日の流れの方向へ動くことが多いんです。しかも、15分足レベルで水平線が引けるような場所で反発すると、まあまあの勝率が出ます。それを狙って、今回は15分足で水平線が引ける場所で買いを狙っていました。今回で言うと、このチャート画像の赤ラインです。しかも、赤ラインの位置は切り板でもあったので、より意識されそうな場所でした。だから、そこまで落ちてくるのを待っていたところ落ちてきました。しかし、狙っていた水平線では反発せずに抜けてしまいました。これだとちょっと微妙なので少し様子見です。買いで狙うにしても、この辺りで値固めをして下げる雰囲気がなくなってきてからです。そこでしばらく待っていたところ、次のような形になりました。いい形になりましたね。ちょっと強めのいい線が2本続いて出たのですが、そこから下げずに反発しています。普通であれば、これだけ強い陰線が2本続けば、そこから一気に下げてもおかしくないのに下げずに粘っています。さらに下げずに反発した後に、もう一回下げようとしているのですが、そこでも失敗しています。ということは、ここから上がる可能性の方が下がる可能性より高いと感じたので、この次のローソク味で買いました。この時の損切り位置は、直近の安値を抜けた場所のマイナス10ピップスで設定しました。利食いはちょっと欲張って、目立った高値のプラス40ピップスです。エントリー直後は順調に上がってくれたのですが、朝なので値動きがちょっと荒くて戻ってきてしまい、含み損を少し抱えました。それでもなんとか耐えて利食いになってくれました。とりあえず、これで10月1日の負けを取り戻せたので良かったですね。この後は狙っているポイントまでわずかに届かなかったり、指標が近くて入れなかったりしたせいで、10月3日のトレードはこれで終了です。10月8日。今回のトレードは、黄色丸で売り、水色丸で決済です。まず、全体の大きな流れとしては、上昇トレンドでした。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態なので、大きな流れでは買いを狙っていきます。ただ、直近の流れを見ると、じわじわと下げてきている感じで、短期的には下落トレンドでした。こうなると、買いたい人は、短期的に下落トレンドだからすぐには買いたくないなと判断してくるので、買いが入りづらくなっている状態です。さらに、買うにしても、目立ったサポートになりそうな場所が近くになく、あったとしても、切り板か、その下のレジ底転換の場所でした。だから、せめて切り板まで、あわよくば次のサポートライン近辺まで売りで攻めてみてもいいと判断して、短期的に売りを狙っていました。そのため、しばらくチャートを見ていたら、何度か反応している近辺で揉み合っていました。15分足で見るとあまり揉み合っていないように見えるかもしれませんが、1分足で見ると結構いい感じでした。水平線を挟んで3回ほど上へ抜けようとしているのに、抜けれずに揉み合っています。これを見た時に、この辺りが意識されていると感じたし、直近ではダブルトップになってきているので、次のローソク足が陰線になったらエントリーしようと考えていました。しかし、
その後のローソク足を見ると、次のようになりました。陰線ではなく陽線が出てきたので、一旦エントリーを見送ります。そこからさらに2本のローソク足を進めて見てみましょう。さらに陽線が続いたので、ちょっとないかもなんて思っていたのですが、この後のローソク足で次のような動きをしました。急に強めの陰線が出てきました。これを見た時に、ダブルトップの右側で、さらにダブルトップを見つけたので、この次のローソク足でエントリーをしました。この時の損切り位置は、直近の高値を上抜けた場所に、マイナス15ピップスで設定しました。この高値を抜けると、1分足で上昇トレンドができるので、利食いは、切り板手前のプラス30ピップスです。これならリスクリワードも一対2なので、悪くないですよね。エントリー後は、歯医者の定期検診があって、すぐに出なきゃいけなかったので、損切りと利食いを設定したらそのまま放置して出かけました。歯医者に着いた後にチャートを確認すると、ちょっと逆行されていた状態で何とも言えなかったのですが、呼ばれてしまったのでそのまま放置しました。そして、歯のクリーニングが終わって、スマホでチャートを確認したら、ギリギリで利食いになっていました。珍しくほぼ底になったので、かなり運は良かったですね。もし無理に伸ばそうとしていたら、縦値ストップで終わっていました。10月9日。今回のトレードは、このチャート画像の黄色丸で買って、水色丸で決済です。まず、エントリー前の時点での1時間足チャートは、次のようになっていました。全体の大きな流れとしては、高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドとなっています。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態なので、買いをメインに狙っていきます。さらに、短期的な流れを見ても、下落トレンドだった状態から、戻り高値を抜けてトレンド転換をしています。戻り高値の抜け方は少し甘い感じはあるのですが、このあたりで横ばいになって時間調整をしているので、そろそろ上がってもいい頃かなと感じました。それに、大きな流れで上昇トレンドで、短期の流れもトレンド転換をして、長期と短期で同じ流れにもなったので、相場参加者の目線も一致しています。この状態なら買いを積極的に狙っていい場所なので、私も買いだけを狙っていきました。次にどこで買うかですが、直近の安値と切り板が近くにあったので、そのあたりで下がらないようなら買いをしていくシナリオを立てました。シナリオを立てた後に待っていたら、まずは直近の安値までレートが戻ってきました。ただ、ちょっと勢いが強かったので、まだすぐには入りません。勢いが強く下がってきた場合、買いたい人がこのまま下げるかもと警戒してくるので、買いが入りづらいからです。入るにしても、この近辺で揉み合って、これ以上下がりそうにないっていう形ができてからです。そのため、ここからしばらく見ていたら次のようになりました。反発していってしまいました。赤ラインに到達後に20分ぐらい揉み合っていたので、いい感じでした。だから、入ろうと思った矢先に上がっていってしまったので、あ、やっちゃったと思いました。でも、下落の勢いが強かったので、もう一度下がってくる可能性もあります。そこで赤ラインをしっかり抜けずに、もう一回反応するようだったら買いを狙っていこうと考えました。そして、また様子見をしていたところ、今度は次のような形になりました。もう一度レートが下がってきたのですが、直近の安値を下抜けて、切り板のほんの少し手前で反応しました。ただ、陰線が続いていて、すぐには入りたくなかったので、今度は1分足を見てエントリータイミングを探っていくことにしました。この時の1分足が次のような感じでした。これだとまだちょっと微妙ですね。一応、少しですが安値を切り下げているので、もう一回下がってきてもおかしくないです。では、もう2本ローソク足を進めてみましょう。やっぱりちょっと微妙ですね。長い上髭陽線が出た後に陰線が出ているので、ここから下がりそうです。では、さらにもう2本、ローソク足を進めてみましょう。陽線が2連続で出て、ちょっと良い感じになりましたね。通常であれば、陰線が出た後に下げてもいいのに下がらずに、陽線は2連続です。ということは、切り板が意識されていて、売りが失敗した可能性が高くなりました。
では、あと1本だけ、ローソク足を進めてみましょう。もし次の足でも陽線が出るなら、そこで買いエントリーです。3連続で陽線が出ましたね。この形を見ると、安値を切り上げた小さなダブルボトムもできたので、次のローソク足でエントリーです。この時の総ミリは、切り板を下に抜けた場所に、マイナス15ピップスで設定しました。利食いは、リスクリワードが一体には欲しかったので、直近の高値を少し上抜けたプラス30ピップスに設定しました。ただ、直近の高値は結構意識されそうな場所なので、この手前とかで跳ね返されて縦値になる可能性もありました。だから、縦値決済を覚悟でエントリーをしました。しかし、エントリー後は悲しいことにすぐ下がってしまいました。おいおい、あっさり損切りかなんて思ったのですが、そこから耐えて中値が近づいた時に一気に上がってくれました。そしたらそのままの勢いで上がっていって、直近の高値も少し抜けてくれたので運よく利食いとなりました。利食いした後に急に下がってきたので、もし伸ばそうとしていたら縦値で終わっていたところでした。運が良かったトレードでしたね。10月14日。今回のトレードは、このチャート画像の黄色丸で買って、水色丸で決済です。まず、1時間足で全体の流れを見ると、次のようになっていました。大きな流れで上昇トレンドになっていて、短期の流れも高値と安値を切り上げていたので、上昇トレンドになっていました。よって、相場参加者の目線は完全に上目線になっていたので、私もその流れに乗って買いを狙っていきました。そして、この時に買いを狙うポイントとしては、次のチャート画像の赤ライン近辺でした。ダブルボトムのネック付近です。この辺りで反応すれば、一旦は上昇していきやすいと考えていました。そこから、ここまでレートが来るか見ていたところ、レートが戻ってきました。その時の状況が次になります。ダブルボトムのネックで少し反応したので、相場参加者に意識されている感じでしたが、その前にダブルトップを作っていますよね。これがちょっと嫌な感じで、ここから上がっていったとしても、一旦はダブルトップネックで押し返されそうな感じがしました。だからすぐには買わずに、一旦我慢して様子見をしていたところ、次のような動きになりました。やっぱり押し返されてきましたね。こうなると、ここから直近の安値を更新して、短期の下落トレンドに入るか、ここで下げ止まってダブルボトムになって上がっていくかのどちらかになります。買いを狙っていた私としては、ここで下げ止まってダブルボトムを作りに行く動きを期待していました。そこで次は1分足に変えて、細かい動きを見ながらエントリーを探っていきました。この時の1分足が次のような状態でした。この状態だと、まだ下落の可能性が高いので、一旦様子見です。ここから少しローソク足を進めてみましょう。かなり嫌な陰線が出ましたね。しかも、長い上髭を作っているので、この状態では明らかに売りが強い証拠です。ここから安値更新をしていく可能性が高いので、もう少し様子見をします。では、もう2本ほどローソク足を進めてみましょう。強い上髭陰線が出てから、下げてもいいはずなのに下げずに陽線で粘っていますね。それでも陽線は、2本とも上髭が出ているので、上値も抑えられています。ここで売りと買いが戦ってるのがわかりますね。では、ローソク足を1本だけ進めてみましょう。下がらずに陽線が出ましたね。一応、3連続で陽線が出ているので、売り側が諦めてきそうです。この次も、陽線が出たら、売り側が相当諦めてきて、決済をしてきそうなので、エントリーをしていきたいところです。では、次のローソク足を見てみましょう。かなり微妙ですね。陰線が出てしまいました。一応、陰線でも下髭が出ていて、安値も更新していないので、悪くはないんですが、まだ入りにくいですね。では次のローソク足を見てみましょう。これまた微妙ですね。悪くないんですけど、まだ下に動きそうな感じです。この次に強めの陽線が出れば入っていきたいと思います。では、次のローソク足を見てみましょう。また陰線です。下髭を出していて、
直前の安値にすら届いていないので、下げる力も弱っているのですが、陰線なのは嫌なのでまだ入れないです。なかなかじらしますよね。では、次のロウソク足へ行きます。ここで陽線が出てきていい感じになりましたね。安値も切り上げているし、売りがそろそろ諦めてきそうです。この次も似たような陽線が出ればエントリーしていきたいと思います。次のロウソク足を見てみましょう。陽線は陽線ですけど、上髭が出てまた微妙です。もういい加減どっちかにしてほしいですよね。これだとまだ入りたくないので、もう一本ロウソク足を進めてみましょう。強めの陽線が出ましたね。ここまで来れば、売りも諦めてきそうなので、やっとここで買いエントリーです。この時の損切り位置は、直近の安値を下抜けた、マイナス10ピップスに設定しました。利食いに関しては、目立った高値の手前のプラス30ピップスに設定しました。エントリー後はいい感じで上がっていったのですが、お昼の時間帯に入って動きが鈍くなってしまいました。このまま15時ぐらいまでは動きそうになかったので、そのまま何もせずに放置して昼寝をしました。そして15時前に起きてチャートを見たら、下がってきて含み損になっていました。ちょっとダメかもなったんて思いながらチャートを見ていたのですが、そこから粘って上がってくれました。全体の流れが上昇トレンドだったので、下がっても買いが入ってくれました。結局その後は、時間をかけながら上がってくれたので、なんとか利食いとなりました。利食い後はさらに伸びていったので少し残念な気持ちになったのですが、これはいつものことなので仕方ないですね。10月16日。今回のトレードは、このチャート画像の黄色丸で買って、水色丸で決済です。まず、1時間足で見ると、次のようになっていました。高値と安値を切り上げているので、大きな流れは上昇トレンドです。でも、直近の流れを見ると、レンジっぽくなっていました。1時間足で押し目を作っている状態なので、買い目線ではあるのですが、いまいちエントリーのしづらい感じで、ちょっとトレードはないかな、という感じでした。でも15分足を見ていると、逆三尊を作るイメージが見えてきました。しかも、よく見ると、この直前の動きでも、大きく見てダブルボトム、小さく見て逆三尊というチャートパターンが見えました。この状態でさらに逆三尊ができそうとなれば、反転の確率は上がりますよね。だから、逆三尊の左肩までレートが戻ってくるのを待っていました。この時のラインとしては、次のように引いていました。左肩でヒゲが2本出ていたので、それのどちらかで反応したらエントリーを考えていました。そして待っていたところ、次のようになりました。左肩まで落ちてきたので、ここで反発具合をより細かく確認するために、一分足へ変更しました。この状態だと、まだ下へ突き抜ける可能性があるので、少し様子見です。まずは、一本ロウソク足を進めてみます。ラインで反応しているので悪くないですね。そこでもう一本ロウソク足を進めてみましょう。少し長めの下髭が出た陽線です。これはかなり優位ですね。一旦下に抜けようとしたけど、買い支えが強くて抜けれなかった証拠です。さらに細かく見てみると、直前の安値にも届いていないので、かなりいい感じで、エントリーが近いです。では、次のロウソク足を見てみましょう。今度は十字線が出ました。悪くはないのですが、この後すぐにエントリーするのはちょっと微妙です。できれば陽線が欲しいところなので、もう一本ロウソク足確定を待ちます。陽線が出てきていい感じなので、もうここでエントリーしちゃいます。ということで、この次の足で買いエントリーです。この時の損切りは、逆三尊のヘッドを割った場所のマイナス15ピップスで設定しました。利食いは目立った高値の少し手前のプラス40ピップスです。エントリー後は珍しく含み損を抱えずに運よく上がってくれてすんなり利食いできました。後から見ればもう10ピップスくらい伸ばしてプラス50ピップスでも良かったかなって思うのですが、これは後付けですからね。プラス40ピップスでも十分です。10月18日。今回のトレードはこのチャートの黄色丸で買いで、水色丸で決済です。まず全体の流れからですが、
このトレードをした時の1時間足は次のようになっていました。全体の流れとしては、高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドでした。売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態なので、買いを狙っていく場面です。次に、どこで買っていくかですが、この時の15分足が次のような状態になっていました。このチャートを見ると、15分足レベルで戻り高値を上抜けているので、短期下落トレンドの状態から上昇トレンドへ転換しています。これによって、短期でも目線が買いになったので、より買いやすくなっていました。これと同時に、逆三尊ができそうな形でもあったので、買いを狙うなら、逆三尊の右肩でエントリーをしていこうと考えました。そして、右肩の位置にレートが落ちてくるまで待っていたところ、落ちてきました。ここからエントリーをするために、1分足に変えてポイントを探っていきます。まず、1分足に変えたところ、次のような形になっていました。高値と安値を切り下げて、短期的に下落トレンドになっているので、まだすぐには入れる状態ではありませんでした。だから、少し様子見が必要でした。ここから少しローソク足を進めてみます。ちょっと反発しましたね。やっぱり逆三尊の左肩が意識されていそうです。でも、この形だとまだ戻り売りが入ってきそうなので様子見です。では、さらにローソク足を進めてみましょう。ちょっといい形になってきましたね。1分足でダブルボトムができました。これでエントリーしてもよかったのですが、直近のレジスタンスはちょっと気になったんですよね。そこからもう一回売りが入って下がってくるのでは、なんて感じたんです。ここでどう反応するかを見たかったので、一旦様子見です。では、ローソク足を進めてみます。やっぱり一旦、戻り売りが入ってきましたね。ここで下がれば見送るし、下がらずに反発すれば、買いを狙っていきたいところです。では、この次のローソク足を見てみましょう。今度は下髭陽線が出ました。これは下に抜けようとしたけど、抜けれずに失敗した形で、逆三尊左肩のサポートラインが効いている証拠です。この形を見たときに、次のローソク足で陽線になったら買っていこうと決めました。では、次のローソク足を見てみましょう。陽線が出ましたね。これで次のローソク足でエントリーしていきます。この時の損切り位置は、逆三尊ヘッドを少し割ったマイナス15ピップスに設定しました。利食いは目立った高値の手前で、プラス40ピップスで設定しました。エントリー後は含み損も抱えずに上がっていってくれました。しかし、だんだんと下がってきて、ここで耐えて上がるかななんて期待していたら、急に下がってきて、あっさり損切りでした。なんかの発言があったみたいです。しかも、損切りした後にすぐに値を戻してきたので、まあまあイラッとしました。それでもその後は結局、下がっていったので、ナイスな損切りでした。10月25日。今回のトレードは、このチャートの黄色丸で買い、水色丸で決済です。まず、1時間足で全体の流れを見ると、次のようになっていました。高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドです。そして、大きく上昇した後に、調整が入って押し目を作っている状態でした。この形で入れそうな形が出たら買いを狙っていたのですが、この時に15分足を見ると、次のような形でした。15分足で見ると、ちょっとレンジっぽくて分かりづらそうに見えるのですが、私からすると、逆三尊ができそうな形に見えました。だから、ここまで下がってきて反応するようだったら買い狙いでした。あとは、逆三尊右肩の下にも目立ったヒゲがあったので、仮に逆三尊にならなくても、そのあたりで反応すれば買いたいと思っていました。このようなシナリオを立てて待っていたところ、まずは逆三尊右肩の位置までレートが戻ってきました。この時にエントリーが近いと見て、今度は1分足にチャートを変えて、エントリーポイントを探っていきます。ちょっと下落の勢いが強い状態でした。この画像の赤ラインは逆三尊右肩の位置なのですが、まずはここで反発するか確認です。ローソク足を1本進めてみます。なんとも言えない位置ですね。少なくとも反発したとは言えないので、ここではまだ様子見です。
もう何本かローソク足を進めてみましょう。これまた何とも言えないですね。逆三尊右肩を下へ抜けているけど、下髭陽線も出しているので、ここから反発しそうにも見えます。ちょっと難しい状態で、これだとまだ入れないので、もう少しローソク足を進めていきます。ちょっと反発してきましたね。そろそろ買いが近そうですが、まだここから下がる可能性もあるので、もう少し様子見です。では、ローソク足を1本進めてみましょう。陰線が出てしまいました。ちょっとここから下げそうなので、これだとまだ入れません。では次のローソク足を見てみましょう。急に強い陽線が出ましたね。前の陰線を全否定するような力強い動きを見せています。これだと逆三尊の右肩が意識されている可能性が高いので、次のローソク足でも陽線になったら買いでエントリーをしたいです。ここでローソク足をもう一本進めてみましょう。陽線を待っていたのに陰線が出てきてしまいました。これだとまだ入りたくないです。一応5分足の確定足で見ると陽線で反発しているのでいい形ではあるんですけどね。それでもここから下がる可能性もあるので、少なくとも次の1分足のローソク足が陽線で確定しないと入らないです。では次のローソク足を見てみましょう。前の陰線を否定する陽線はここでも出てきましたね。これは買いの力が強い証拠なので、この次のローソク足でエントリーします。ただ、この位置にレジスタンスになりそうな場所もあるので、少し嫌な感じもしました。でも、全体の流れは上昇トレンドで結構いい時間調整をしていたのと、1分足で2回下げようとしたけど、両方ともその直後に下げを否定するような強い動きが出たので、ここから上昇する可能性の方が高いと判断して買いで入りました。この時の損切り位置は、直近の安値を割った場所で、マイナス15ピップスで設定しました。利食いに関しては、直近に目立った高値があるので、その場所でプラス30ピップスです。リスクリワードも1対2なので、これなら悪くないですよね。そして、エントリー後ですが、今回は珍しく、含み損を抱えずにそのまま上がってくれました。買いの勢いも強く、思っていたより早く利食いできました。これにて、10月のトレードはすべて終了です。10月のトレード、まとめ。今回は、2024年10月のドル円のトレードを紹介してきました。トータルの成績としては、トレード回数9回、勝敗6勝3敗、勝率 66%、平均利益プラス33ピップス、平均損失マイナス12ピップス、リスクリワード 2.7、総利益 163.5 ピップスとなりました。ドル円だけでこの成績なら、私からすれば十分です。リスクリワードに対して勝率も悪くないですし。しかも、どのトレードも単純な押し目買いと戻り売りです。買いのトレードなんて逆三尊ばかりですからね。FX のデイトレードはチャートを丁寧に読んでいけば、こんな単純なトレード方法でも十分安定した結果が出せます。ですから、もしデイトレードがうまくいかないと悩んでいるなら、まずはチャートを丁寧に読む癖を身につけましょう。そうすれば、いい結果につながっていくはずです。もし、チャートの読み方をもっと見てみたい場合は、概要欄におすすめの動画のリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。